世界の最も肥沃な土地、どこやろ、肥沃な土地か。2つの国があるんや。ロシアとウクライナ。これ社会の勉強で習わんかった？ウクライナって。小麦の生産地っていうのは習ったけど。小麦の生産地というか、もうすごい肥沃な土地で、肥料なんかほとんどいらへんぐらいのレベルや。そうだね。だから小麦がすごい育つってことよね。はい、皆さんこんにちは。安藤の町田です。今日も12月9日金曜日、家庭菜園のぼかし作り。前々回に登場したカルス NCR というものを今日は実際に混ぜて、もみ殻の分解かな、基本。カルス NCR は直接畑圃場に撒いて、もみ殻、米ぬか、あと堆肥とかそういうものと一緒にもう耕運させてなじませて1週間10日とかで畑作りができるっていうもので、面白いのが1年ぐらいでもみ殻がほぼ分解されちゃうっていうすごい代物で、もみ殻っていうあんまりよろしくないイメージの方は、もみ殻イコール窒素飢餓っていう、前回玉ねぎに苗植えてもみ殻を着せるっていうことで、もみ殻は窒素飢餓を起こすって話をしたんですけど、それに対して僕はそんな窒素飢餓なんか考えんでもいいっていう話をしました。でこれはその不足する微生物がこう食っちゃうっていうか持っていっちゃう窒素分を補充する形で、硫胺も NCR と同じぐらいの量を一緒に散布してくださいって書いてある。で、例えばこれ1キロに対してこちらが40グラム、つまり1000分の40だから 4% で、ホームページ見るともうぼかすんだったら 5% ぐらい、総重量の 5% ぐらいを入れてくださいと書いてあります。たった 40g でいいわけで、これでこのセルロースとかめちゃめちゃ強いもみ殻を数年かかるって言われてるよね、普通に畑にすき込んでも分解するのに、これを1年でパッと見てないっていう状態にしちゃうの。前回の話最後で時間について話をしてたんやけど、ぼかし作ってどれだけ時間かけて完成するのっていうことやろ、結局。でちょっと別になるんやけど、もみ殻なんて相当硬い部類に入って、意外に腐葉土の元の広葉樹の葉っぱとか木の皮とかおがくずとか樹木の皮とかね、ノコギリの粉ね、あれらも結構分解は強いっていうかしにくい、竹とか、でそういうものを数値で表すのが CN 比、炭素率っていう数値で表すことができる。で炭素がどんだけ畑その土に含まれてるか、その分解する力か、そういう力でもないけども、それに対するこう時間とかが測れるわけ、その数値によって。
で高ければ高いほどまあ時間かかる、分解する力がいるっていう。で逆にゴミが多分最も多いのが菌類やと思うよね。菌類を菌が分解するっていうのが一番その CN 比が低い炭素率が低いっていうものやと思う。でこれがもうなんか半永久的にあるんじゃないかっていう畑が今最も世界で注目されてる場所なんやけど、どこかわかる？世界の最も肥沃な土地。どこやろ、肥沃な土地か。水田。いやそういう意味じゃなくて、今ニュースで最も世界が注目されてる2つの国があるんや。ロシアとウクライナ。これ社会の勉強で習わんかった？ウクライナって。小麦の生産地っていうのは習ったけど。小麦の生産地というか、もうすごい肥沃な土地で、なんかほとんどいらへんぐらいのレベルや。そうだね。だから小麦がすごい育つってことやね。まあ小麦できたらそのまた粒まいときをまた出てくる。すごいわ、すごいわ。こんなんやで。そりゃすごいね。黒い土で、今 CN 比の話しとったけど、その大昔から腐って発酵した堆積したっていうものがずっと残ってて、流礫って流れて出てっちゃうっていうこともほぼないし、そもそもが石灰岩で成り立ってるので、循環するイメージが分かりやすいんかなと思うけど、あれが理想的やわね。腐植酸っていうものが多く含まれてる。堆肥、つまり堆肥。そうやって何千何万年と蓄積されたそういう土もあれば、こうやって短期的に作るものもあると。だからこのカルス NCR っていうのがすごいのは、もみ殻をセルロースをこう破壊してしまうというとんでもない力を持ったもので、前も言ったけどこういう生ゴミ処理するようなこういう促進剤とは全く別物だということです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。